こんにちは。大学生をしながら編み物作家をしているチーズです。今回は、多分1ヶ月ぶりくらいかなになると思うんですけど、完成品とか、あとは染めた毛糸の紹介と、購入してきた毛糸と本の紹介と、それから今編んでいるものの紹介とそれから最後に、次に編む大物の作品について紹介しようかなと思っています。よければ編み物や家事、それから移動中のお供にしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。では早速、まず完成品から紹介しようと思います。前回の動画で編もうと思っていますって言っていたものが完成したので、まずはそれを紹介しようと思います。それがちょっと全部は入らないんですが、よいしょ、じゃん。見て見えるかな。カンパネラ、寺垣美希さんのカンパネラを編みました。もうね、なんかサイズがちょっとちっちゃくなっちゃったんですけど、でも私的には使い勝手がいいので OK です。で、使用した毛糸なんですが、これは私が染めた毛糸で、毛糸にちゃんと名前もつけたんですけど、名前が月の導きっていう色の糸になります。これはもともと販売してた毛糸なんですけど、たまたまその販売中にお客様から編み地の想像ができないからちょっと買うのどうしようかなって言われたのがきっかけで、だったら今すぐ売らなくてもいいのかなって思ったので、今回は自分で使ってその編み地がわからないっていう一番ネックだったところを解消できるように私が使ってサンプルとして今後は出店した時とかに飾ろうかなと思って、今回サンプルとして自分の毛糸のねサンプルとして編んでみました。着画とかはサブちゃんの方に Vlog 載ってて、そこでいっぱい流してるので、よければそちらもご覧ください。で、この毛糸は 100g400m ちょうどのティンカリング中細の毛糸で、だいたい何グラム使ったかな。でも 380g くらいは使ったと思います。ただサイズがね、他の人が編んだものとかちょっと見たら両手を広げて持てるくらいの方が多かったんですが、私はちょっとそこまで大きくないので本当に、伝わらないけど、こんな感じであんまり大きくはならなかったです。なんでかっていうと、やっぱり一かせショールで余るっていうか、足りなかったらどうしようっていうのが一番私のところでは心配していたところで、実際は全然足りたんですけど、もし足りなかった時にどうしようかなってすごい編み始めの時からずっと考えてて、それがちょっと編む時に力加減とかに出ちゃったかなっていうのはありますね。ただでも可愛くできたので私的には満足しています。で、編んでみた感想なんですけど、一回編み始めた時にめちゃくちゃ模様がずれてて全部編み直したっていうのがあって、それだけちょっと残念っていうか、自分の技術不足なんですけど、やっぱり足りてないなって思ったのと、あとは毎段毎段操作があるので、外で編むのには向いてないかなって思いました。あとこの三角の部分を編むときは
毎段毎段、目数を数えて編んだ方が絶対失敗なくできると思うので、私的にはそこをおすすめしたいなって思ってます。あとはフリルのところ、ここはあんまり難しくないので、何段かやったらモバ編みとかお外で編む時にできると思うんですけど、でもね、そんなにフリルもフリル自体が結構目数多いのでちょっとびっくりしたんですけど、目数多かったので、そんなにすぐできる人もいるだろうけど、私はそんなに1日2日かけたかな。ちょっと青森の方にこの前行ってきたんですけど、そこで編み会中に完成させてて、それくらいフリルのところは外で編んでも大丈夫かなって思います。結構ね、フリル可愛いので、もうちょっと編みたかったんですけど、ちょっと足りなくなったらやっぱり嫌だったので今回はこんな感じにしてみました。めっちゃ可愛いです。じゃあ、まず1つ目の完成品、寺垣美希さんのカンパネラでした。今回完成品がもう一つあって、それが靴下です。はい、ちょっと面白い感じにしたくて、どうすれば見えるかな。履き口、かかと、つま先でそれぞれ色を変えてみて編んでみました。で、使用した糸はモンディムで3色使ってるんですけど、全部青森県青森市にある鈴まりさんで購入してきました。めっちゃ可愛いです。これも青森の編み会に行った時に飾ってもらったんですけど、めちゃくちゃ褒めてもらったのですごい嬉しいです。これやっぱり同じ色でつま先、かかと、履き口編んでもよかったんですけど、それだと面白くないなっていうことで、今回は色を変えて編んでみました。どうでしょうか私的には履くのすごい楽しみにしてたんですけど、もう暑くなってきちゃったので、ウール100の毛糸で編まれた靴下はちょっと今はいいかなって感じで、今すぐは履かないと思うんですけど、秋頃になったら履いてみようかなって思ってます。めちゃくちゃ可愛くて気に入ってます。どっちだったか、多分こっちかな。こっち編んだ時にちょっと編み方間違えてて、かかとかな、どっかで2目一度した時に片側2目一度するの忘れてて、目数が合わなくなっちゃって、で履き口まで編んだのにヒールフラップ途中くらいまで戻って編んだっていうのがあったんですけど、それも楽しかったので全然気にしてないんですけど、やっぱり久しぶりでもないけど、気が抜けてたんでしょうねそういうこともあったので、もうちょっと靴下編み頑張りたいなって思ってます。ということで、2つ目の完成品、靴下の紹介でした。じゃあ次は染めた毛糸紹介しようと思います。先月実家の方に帰ってて、その時に広いとこ借りて染めた毛糸を紹介しようと思います。それがじゃん、こちらです。こちらは並太の毛糸になります。それを染めてきました。ウール 100% で何メートルだったかな、 100g 100
180くらいだったかな、180メーターくらいだったと思います。それを3かせ染めました。でなんで3かせかっていうと、編みたいものがあったからです。それが、西村智子先生のジャイアントケーブルズっていうベストのパターンで本に書かれているのを見て、それでこれいいなと思って、ステイトに近い太さの毛糸なんかないかなって探した時にこの生地糸を見つけたので染めてみました。めちゃくちゃ可愛いです。でこの生地糸を残り7かせ、全部で10かせ買って、そっちもその他の7かせの方も着分として染めてみました。それはいつ販売するかはまだ未定なんですけど、イベントで販売しようかなと思ってます。3かせが1セットと4かせが1セット染めてあるので、もしお揃いでジャイアントケーブルズ編みたいなって思ってる方がいたら、そういう方に購入していただけたらなって思ってます。めちゃくちゃ色が可愛いので見てほしいです。映像だと伝わってるかわからないんですけど、私が好きな色だけで染めてみました。めっちゃ可愛いです。いろいろでも使った染料は3色、赤と青と黄色だけなんですけど、でもそれでもねめちゃくちゃ可愛く仕上がったと思ってます。これで編むのすごい楽しみです。一応いつ編むかももう決めてて、来月編もうかなって思ってます。それも近々また報告できたらなと思ってます。ということで染めた毛糸の紹介でした。じゃあ次は購入した毛糸と本の紹介をしようと思います。ではまず毛糸から紹介しようかな。毛糸は最近3つ買いました。この3つです。でこれはさっきもお話に出てきたんですけど、青森県青森市にある鈴まりさんという手芸店で買わせてもらいました。で今回帰省中に編み友会の方に参加してきて、それでそのついでというか、こっちが本命だったかもしれないんですけど買ってきました。それからね毛糸じゃないんですけど、こちらも購入しました。モンディムのプロジェクトバッグも購入してきました。色がねめちゃくちゃ可愛くて、これだと思ってすぐ手に取って買ってきました。めっちゃ可愛いです。でまずこちら紹介します。モネカンファイバースさんの糸で75% メリノウール、25% ナイロンで 425m100g の糸です。めちゃくちゃ可愛い。これはなんか私にはない色の組み合わせだなと思ってこちらを選んできました。これで何編むか全然考えてないんですけど、何がいいかな。つけ襟とかかな。つけ襟友達とお揃いで編んでみようかなとかいろいろ考えています。でもね、人の染めた毛糸ってやっぱり私も販売してるとよく言われるんですけど、もったいないって編むのがもったいないってよく言われるんですけど、そう他の方のダイヤさんの毛糸買うとやっぱり私も同じことを思ってしまうので、やっぱりみんなそう思ってるんだなって思います。でもね、何かいい作品にできたらいいなって思ってます。じゃあまずモネカンファイバーさんの糸でした。で次こっちにしようかな。こっちじゃん。
めっちゃカラフルな緑系の糸なんですけど、こちらはニッティングバードさんの1518靴下専用の毛糸になります。これがね私大好きで、ニッティングバードさんの靴下専用の1518めちゃくちゃ好きで、今回で買うの3回目とかかな、違うな2回目かな。鈴まりさんで購入するのは多分違う3回目かな、3回目ですね多分なんですけど、めちゃくちゃ可愛いです。今回もめちゃくちゃいいのをゲットしてきました。で今これで後で紹介するんですけど、靴下を編んでいます。今編み途中なんですけど靴下編んでます。でこちらの糸の詳細なんですけど 100g420m でした。でコットンとかウールとかいろいろ入ってるので、それはちょっと見ないと分かんないんですけど今ちょっとタグどっかになくしちゃったので後でまた見てみます。編み地も可愛くないですか？こっちの方がいいかな。すごい可愛くて、編んでるだけでめちゃくちゃ楽しいです。でこの靴下なんですけどサマーソックスになる予定で、足の甲が開いてるデザインになってて、今自分でデザインした編み方で編んでいるところです。完成したらまたそちらも紹介しようと思います。じゃあ次はこちらです。シロップ、これずっと欲しかったんですよなんでかっていうとYouTube されてるアッコニッツのアッコさんがすごい推してるのを見てて、私も使ってみたいってずっと思ってたので、手に入れることができてすごい嬉しいです。で素材がリネン 20%、 ウールが 80% だそうです。で 100g650m でちょっと細いのかなってアッコさんが言ってたのでそうだと思うんですけど、これで今月6月はキャミソールを編む予定です。そちらも最後に紹介しようと思ってます。この色がね可愛いんですよ。緑色、黄緑色って言ったらいいかな。で色番どっかに色番52番です。めちゃくちゃ可愛いなと思って一目惚れして買ってきちゃいました。でお値段もね結構お手頃だったので、もう一玉買えばよかったなって今ちょっと後悔してるんですけどまあ行こうと思えばまた帰省した際に、私実家は青森じゃないんですけど、青森から近いとこなので帰省した時にまた行ってもいいかなって思ってます。これで編むのすごい楽しみです。早速ね今日から編もうかなって思ってるので、できたら完成したらまた紹介します。ということで、そうだ、最後に本の紹介を忘れてましたね。本は先ほども染めた毛糸でお話に出てきましたが、こちら買いました。西村智子先生の文章パターンで編む12ヶ月のニットウェアという本を購入しました。これねずっと気になってて、もう買えたの嬉しすぎて、もう編むのも楽しみだけど買えただけでなんかもう達成感がすごくて、でこれの中から編みたいっていうのが先ほど染めた毛糸の時に紹介したなんだったっけ、これかな。ちょっと中身見せられないんですけど、ジャイアントケーブルズっていう2月のパターンですね。すごい可愛くてちょっと編んでみたいなって思ってて、それを来月の大物として編んでいこうと思っています。めちゃくちゃ楽しみです。もう12個もパターン載ってて2200円
だったので買っちゃおうと思ってこれはネットで買いました。すごい嬉しいです。なんかね、模様とかもめちゃくちゃ凝ってて、でもなんか編み方読んでみるとそんなにめちゃくちゃ難しいわけではなさそうな感じで、だから私でも編めそうかもって思ったので今回買ってみました。編むの楽しみです。ということで購入した毛糸と、それから本の紹介でした。次、今編んでいるものを紹介しようと思います。まず先ほど毛糸の紹介で出てきたこちらですね。こちらは、型を編み終わってて、まずそちらを紹介しようと思います。でも色がねちょっと分かりにくいと思うんですけど、こうやったら分かるかな。こういう足に履かせるとこんな感じになるよって、今手なんですけどっていう靴下を編みました。で去年編んでたやつが全然可愛いんですけど、このねガーター編みにしてるんですけど、ここガーター編みがもうちょっと太くてもいいかなっていうのと、つま先がちょっと狭かったのでそこを調整したのと、あとはここですね、この足の甲にちょっとかかる部分を少し多めに目を残して編んでみてます。結構ね試し履きした時にいい感じだったので、ちょっと改良して、もうちょっと改良必要なんですけど、そこをなんとかテストしてみて、よかったら、パターン書いてパターン化するかもしれないって感じなので、今期ちょっとリリースできるかは分かんないんですけど、でもリリースする気持ちはあるのでそこだけ分かっていただけたらなって思います。でね、履き口のところもちょっと太めにしてみました。去年編んだ時より。で指定糸、今これニッティングバードさんの1518になってるんですけど、この靴下の指定糸自体はどこでもっていうか、普通に手に入りやすい毛糸がいいなっていうことで、オパール毛糸のコットンを採用しようかなって思ってます。なのでゲージとかもそっちに合わせて、目数とかもいろいろ考えつつ編みたいなって思ってます。ただね、今オパール毛糸はあんまり手元にでも2玉あるのでいいんですけど、でも去年編んだ糸なので他の糸も欲しいなって思ってて、それも今度アイビーさんで購入してこようかなって思ってます。なのでそちらもね糸買ったらまた紹介しようと思います。めちゃくちゃ可愛くて、もう早く履きたくて編んでるんですけど、なかなかね進まなくて今頑張ってるところです。もうちょっとしたら完成しそうかな。あと 2,3 日あれば編めそうな気がします。ということで、まず1つ目、靴下の紹介でした。かわいい。それから次なんですが、前回の動画で紹介した手染め、草木染めですね。草木染めの毛糸を使った作品を編んでいます。それがこちらです。もう今魂抜けちゃってるんですけど、なんだっけ、ムッシュ&フレンズからアヒルを編んでます。ちょっとアヒルちゃんのパターン名は分かんないんですけど、アヒル編んでます。あとはこのお尻のお尻のところやるだけなんですけど、めっちゃ可愛いです。あと刺し目も買わなきゃいけないんですけど、使っている糸はこの、体の黄色い色は前回の動画で紹介したんですけど、
もうぐちゃぐちゃなってるぐちゃぐちゃなんですけど、こちらの草木染め、これはタンポポ染めの毛糸になります。これを使って編んでます。そしてつま先っていうかくちばしとあとは足のオレンジ色の毛糸は、これは先ほど紹介した一番最初かなに紹介した完成品の、靴下に使われてたモンディムと同じ色、オレンジ色で編んでます。めちゃくちゃ可愛い素朴な感じで、この色合いが気に入ってます。意外と編むの楽しいパターンで、私でもここまでできたって思えたのでまた編みぐるみ頑張りたいなって思います。ただ最後のとこちょっとまだ理解が足りてなくて悩んでるんですけど、まあ今月中に完成させてまた紹介できればなと思ってます。もうこの手が可愛くてめっちゃいいめっちゃ飛んでいきそうな手してて可愛いこんな感じでアヒルさんの紹介でした。じゃあ最後に次っていうか今月編もうと思っている大物についてお話ししようと思います。ちょっと今パターンの名前を見ます。パターンはどっかにあったんだけど、これですね。まず使う毛糸なんですけど、まだ予定なので、予定は未定ということでまだ完全に決まったわけではないんですけど、こちらの3種類、工業紙2本と先ほど紹介したシュロップで編もうと思っている、キャミソールがラベリーのフリーパターンでチップトップタンクっていう海外の方のパターンなんですけど、そちらを編もうと思っています。でこちらはラベリー見てもらうと分かるんですけど、キャミソールの肩の部分が結べるタイプと結ばないまっすぐになってるタイプと2つあって、今回はまあとりあえず普通の結ばないタイプの方を編もうと思ってます。でもし早く完成したら他の毛糸でも毛糸いっぱいあるので他の毛糸でも同じチップトップタンク編んでみたいなって思ってます。で一緒に使うこちらの工業紙なんですけど、こちらはこっちが和紙とポリエステルですね。でこっちが綿100の糸で、こっちが 50g、 こっちが 100g あります。でこれはまあなくなるかな、ちょっとまだ大物大きいものってあんまり編んだことないので想像できないんですけど、まだこちらはもう 50g あるので、もうなくなったらまた追加できるって感じで、まだあるので安心して編めそうです。で今日はまず撮影終わったらスワッチ編んでみてどうなるか頑張ってみようかなと思ってます。めちゃくちゃいい組み合わせかなと思います。緑2つと紺っていうか、紺かな、紺ネイビーの組み合わせめちゃくちゃ楽しみです。また編んでみたら紹介します。ということで今回はいろいろ紹介してきたんですけど、いかがだったでしょうか。もうカンパネラできたのが嬉しすぎて何日間かだらだらゆっくり編んでたんですけど、6月に入ったっていうことでまた夏に向けて頑張って編み物を進めていこうと思っています。もしよければ今編んでいるものとか編みたいなって思ってるものあれば教えていただけると嬉しいです。私もそれ参考にして今後編むものを決めていきたいと思っているので、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
じゃあ今回の動画はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしています。またね。